今は現時点4時21分で3月31日です。さてと今日目立ちたのはこのチャートです。ドル指数です。これが今98を下抜けて、これブレイクダウンっていうものなんですね。ブレイクアップ、今まではよく僕チャートで話してきたのはブレイクアップですね。ブレイクアウトは特にブレイクアップ、ブレイクアウト。これは大きな抵抗レベルがあって、その抵抗レベルからブラって上がることがよくブレイクアウトっていう、ブレイクアップっていうんですね。で、これは今ブレイクダウンです。ダウンっていうのはこれ実はこのネックラインがあり、この98っていうレベルがあって、何回かここをテストしてサポートしてなんとか回復したんだけど、今回はサポートができなくて崩れています。今はアメリカドルのチャートが崩れています。これはドルが下がる傾向を向けていますので、皆さんここも気づくべきだと思います。で、このドルが下がるとどこに影響があるのか、もちろんまずはドル円ですね。はい、ドル円とか、ドル指数とか FX とかもどこもそこも、ここはいろいろと影響があると思います。で、ドル円も今日の、皆さん朝で話してたように、もう特にここは121円台に行きましたし、今はこの10日ドン平均を下抜けるところかなと思っています。なのでまずここがもちろんとても明確に影響が出るところかなと思います。それ以外に影響があるときはやっぱりコモディティのところも見ていきたいと思います。特に今このドル指数を基礎にして、例えば原油と比べるとこの冷やしチャートだとあまり相関係数がないです。天然ガスもほとんどあまりないです。ゴールドはだいたいここネガティブなはずなんだけど、普通ネガティブなんだけど今は少しポジティブです。あまりドルが下がってもこれは上がりやすいものではないですね。たった 0.38 もそんな強くないです。シルバーも大体同じようなもんですね。はい。あんまり相関しているものがないですね、このドル。小麦、ここもほとんどないですね。農業商品もほとんどない。非常に難しいですね。ここは今見ていて、いろんな商品を見ても、特に大きく目立つ傾向があまりないような気がします。銅の方も見るとほとんど 0.17。本当に異例ですね。ドル指数がせっかく動いているのにあまり影響が出てないです。コットンもそうですし、なんだこれはほとんど何も影響が出とらんじゃん。0.33 です。しかし今日見ていて、このドルがもし下がるとしたらどこか影響あるでしょう、商品。で、もしかしてここ商品じゃなくて、もしかして仮想通貨かなと今考えてます。仮想通貨のチャートを見ると、やや少しですけど、この頃やっぱりこの数年間はネガティブの相関係数がポジティブより多いです。なのでもしかしてここが一番いいかもですね。そんな強い相関係数はないと思いますけど、でも特にイタリアムの方がもうちょっと0.44 ぐらい程度一応相関があるので、ドルがここから下がり続けるとしたら、そうだね。仮想通貨にも一応追い風にはなるんじゃないかなと思っています。で、仮想通貨の今全体の相場の時価総額が 2.16 兆ドルになっていますけど、まだこれって本当にゴールドの全体の時価総額の5分の1程度より以下かなと思うので、まだまだこの相場は全体的には、伝統的なゴールドと比べて過小評価かなと思います。で、面白く今までこのコインチェックの、販売比率を見ていて、ほとんど購入がすごく低かったんですね。で、これが急にまた 62% になりました。今日ビットコインの方で。今までここの1週間ほとんど毎日 YouTube とポストプライムの皆さんと一緒に見てたんで、これ低かったんですね。30% とか 40% とか。で、これが60にまた戻りました今日。で、イタリアムの方も見ると今日は購入が 52% なので、見ていると僕の結論だとこれを毎日見てますけど、日本人の投資家たちは特に今までは少しビットコインとかイタリアムを、この上昇してきた2週間で逃げて売ってきたと思います。はい。だけどちょっとだけまた買いに戻ってきたみたいです。だけど特に今回は買いはイタリアムよりビットコインの方にもうちょっと買いが集まっているように見えます。若干ほんの少しだけですね。はい。で、今の例えば1時間足のチャートを見ると、ほとんどボリュームと買い圧力が、そうですね、28日以降あまりないです、ビットコインは。イタリアムの方も見るとあまりないです。It's a dead market。すっごい横ばいに動いていて、これはよく相場ではダイジェスションと呼びます。なので、方向性が何もないんですけど、
だけど、やっぱり若干少しポジティブが残っているかなと思います。やっぱり言ったように、このドル指数が下落方面で、プラス相関係数が一応ネガティブなので、商品であまり相関がないといえば、投資家たちはどこに目を向くのかな。このドル指数が下がると思ったら、投資の世界だとドルが下がるって言ったら必ずどこか動きますよね。多分仮想通貨の方にもうちょっとお金がまた入って、まだまだここの上昇が続くのではないかなっていう観測もします。ただしちょっとだけ今これイタリアムがかなり大きく上がってビットコインも大きく上がったのですぐ一直線に上がるというより少しダイジェスションが続けてからその後に上がるのではないかなと考えてますけど、このダイジェスションが続けてからもう一度やっぱり仮想通貨に手を出すべきかなと思います。本当にこのセクターは絶対に無視しちゃいけないと思いますね。もう株が 10% 上がったとか言っても仮想通貨は毎年何十%も上がれる世界なのでずっと長期的に持ち、特にレバラージなんか全然必要ではないかなと思います。ともかく皆さんこれからドル指数が下がり仮想通貨は恩恵があると思います。